皆さんこんにちは。絵描きのあきです。私は5年間ぐらいフリーランスで絵を描いていて、今はアクリル画で風景画の絵を描いています。主に SNS を中心に発信していて、で SNS から絵のご依頼をいただいて生活をしています。もともとデジタルのイラストでイラストレーターとして活動していたこともあって、アクリル絵の具の絵に転向したんですけど、その後もイラストレーターのような感じでお客様のご依頼をいただいて、でお客様の思いやその物語に寄り添って一枚の絵にしていくっていう形の作品作りをしてきました。期待以上の絵を本当にありがとうっておっしゃっていただくこともあって、お客様の喜んでくださる笑顔を見たり、あったかい言葉をいただくことが本当に幸せで、もうそこに自分の生きる意味も感じるくらい本当に大きな幸せをずっと感じていました。またお客様の喜んでくださるお声や姿が見たい、お客様に満足していただけることが何より嬉しくて、これこそ私の絵描きとしての生きる道なんだっていう風に信じて、一つ一つ全力で注いできました。けど少しずつそれに変化が訪れました。自分の心が動いた瞬間とか、ただ自分が感動した景色そのものを変えてみたい、そういう内側から溢れ出る思いが日に日に大きくなっていきました。もちろん今でもお客様たちの笑顔に出会いたいっていう思いはあるんですけどしばらくの間自分が本当に描きたいものに向き合ってどこまで表現できるか挑戦してみたいっていうふうに思ったんですね。そういう自分の内側の声に一回素直になってみようって思って、でそれから実は去年の12月くらいからオーダーの新規の受付を一旦お休みにしています。ありがたいことに今年の11月納期のオーダーまでいただいていたので、心を込めてそのお仕事に向き合いながら、空いた時間で自分の感性のままに描く絵を増やしていこうと決めました。お客様のご希望に寄り添うオーダー作品は精一杯描けばきっと喜んでいただけると思っています。でも自分の感性だけで描いたオリジナルの絵を誰かが欲しいって思ってくれるのかな、そう思うと最初はなかなか踏み出す勇気が持てませんでした。でもそれでも欲しいと思ってくれる人がいると信じたい、そう思って思い切ってオリジナルの作品を毎月出しているカレンダーの絵と一緒に出すようにしました。それが今年の春に出した春の原画シリーズの絵です。とっても嬉しいことに完売して、でもまだどこか自信が持てなかったんですね。次に挑んだのがこの動画の最初から描いてるところをお届けしている梅雨の時期のアジサイのシリーズでした。雨上がりの光を描きたかったアジサイの小橋、天使のはしごの光を描きたかった天使のはしごのアジサイ、そして光の中心地よく水面を漂うアジサイを描きたかった水辺のアジサイ。自由に筆を動かしてると自分がずっと光っていうのを描きたかったんだなって気づきました。アジサイの前に描いたこの藤色の初夏の絵も
藤の花からこぼれ落ちる光を描きたかった作品です。以前はこういう動物たちがいる可愛らしくてあったかい風景を描くのがすごく好きでした。でも少しずつ印象派みたいな光と影が織りなす世界に惹かれていくようになったのかもしれません。自分が自由に表現したものを受け入れてもらえるかどうか、オーダー作品からオリジナルの作品を出すとき、これが一番不安なことだったと思います。すごく怖かったけど、きっと私のファンの方は自分が絵に込めた思いを感じ取ってくださるはずと、見てくださっている人たちを信じながら一歩踏み出すことができました。絵を受け入れてもらうことは自分を受け入れてもらうことに近い気がします。絵に込めた思いとか、日頃自分が何気なく感じていること、小さな気づき、そういう絵のことも絵以外のことも、日常の思いを私はストーリーズでいつも発信しています。この人はこんな考えを持っているんだ、私もそんな気持ちになることがある、そんな風に少しずつ私を知ってもらう、親しみを持ってもらったり共感をしてもらったり、そんな中から少しずつありのままの自分を受け入れてもらっているような気がします。そして絵が出来上がるまでの過程も楽しんでいただくこと。私はオリジナルの絵を出すとき、アジサイシリーズからラフ画もストーリーズにアップして、どのラフ画がお好きかアンケートを行うことにしました。このラフ画がどんな絵になるんだろう、このラフ画好きだなとワクワクしてもらうこと、一緒に絵を作り上げているような気持ちになってもらううちに、もしかしたら絵に愛着を感じてくださっているんじゃないかなと、そんな風にも思います。そして日々生活をしていて、私も含めてなんですけど、ワクワクすることってそんなに多くないのかなと思うので、そういう小さいワクワクの気持ちっていうのを私のストーリーズを見て感じてもらえたら嬉しい、そんな気持ちもあります。正直なところ何が正解なのか私もまだよくわからないんですけど、きっとありのままの自分や自分の思いを受け入れてくださって、作品に愛着を感じてくださり、そして完成した絵に縁を感じてくださった方が私のオリジナルの作品を迎えてくださってるんじゃないかなと思います。画家という肩書き、私はジャンルを風景画に変えてから画家っていう言葉にすごく憧れの気持ちを持つようになりました。もちろんイラストレーターと言ってもらえることも嬉しいんですけど、画家と呼んでもらえるともっと嬉しいっていうことに気づいて、イラストと呼んでもらえることも嬉しいけど、絵画と呼んでもらえると本当に嬉しかったです。それは多分まだ私が画家として自分はまだまだだと思っているからだと思います。いつか SNS で見かけた言葉が頭に残っていて、今は誰でも簡単に画家と名乗れる時代になった。けど本来は個展を重ねてコンクールで実績を重ねた人こそが画家と呼ばれるべきだと。実績のある画家の人たちへの深いリスペクトがあるからこそ、今の私が画家と名乗っていいんだろうかっていう迷いは今もあります。けどせっかくそう呼んでいただけるなら、その言葉に恥じないように精一杯努力していきたい。
実績も何もない私を画家にしてくれたのはファンの人たちのおかげだと思います。私より絵の上手な人は世の中にたくさんいるけど、でも自分なりに画家として一つずつ成長していきたい。イラストレーターの殻を少しだけ脱ぎ捨てて自由に描く。そしてそれを好きと言ってくださる方に絵を迎えてもらう。それは自分の思い描く画家に少し近づけた気がしました。そして8月、この海の絵画シリーズもまたお迎えしたいと言ってくださる方のもとへ旅立っていきました。私が私らしく一歩一歩進んでいけるのはいつも温かく大きな心で受け止めてくださる皆さんのおかげです。この後は展示のお話をいただくんですけど、その続きはまた次の動画でお話ししたいと思います。今回は絵描きとしての新たな葛藤とその先に見つけた道についてのお話でした。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。